反基地スプリングアクションにご参加のアメリカの友人の皆さん、こんにちは。沖縄から辺野古から、山城です。この間大変お世話になりました。支援をいただきありがとうございました。おかげで、5ヶ月に及ぶ勾留、そして1年かけた裁判、やっと先日終えることができました。3月14日に判決をもらい、第一次の地裁での裁判が終わったところです。私とそして稲葉博さん、それから添田さん、3人に判決が出ております。私は2年の懲役、3年の執行猶予、稲葉さんは8ヶ月と1年の執行猶予、それから添田さんは1年6ヶ月と5年の執行猶予が求められました。そのような裁判が判決が出ております。私たちはこのことについては裁判を通じて、公衆の時からそうでありますが、県民をあるいは辺野古の戦いを、反基地運動を押しつぶすために仕掛けられた権力の弾圧だということを声高に主張し、裁判でも訴えてまいりました。残念ながら裁判官はそのようなことをお首にも介さずに、私たちを単純に暴力を働いた器物損壊を行った、あるいは威力業務妨害、執行妨害を行ったという、私たちの弁護団が言う裸の行為論、裸の行為そのもので私たちを裁いたところです。けれども、やっぱりこのことについては私たち大きな不満を持っております。単にこの事件、こういうことでは裁けないはずです。沖縄に長年強いられた政府の数々の差別、あるいは犠牲の押し付け、その延長にある今回の辺野古の新基地建設、全国から機動隊を1000人も動員して強行する高枝の工事などなど、そのことに抗議をした。そして沖縄の正義と日本国家の権力の暴力を訴えてきたところです。そういうものとして裁判は進められたにもかかわらず、そのことが一顧だにされなかったのは極めて不当であるということで、早速判決のあった3月14日に控訴しております。引き続いて高裁でもどのように言われるかは、どのような発論が出るかは予断許しませんけれども、今申し上げた主張を堂々と訴えて、この裁判を戦っていきたいと、このように思います。同時にこの裁判を通じて私たちは全県に、あるいは全国に辺野古基地の不当性を訴えてまいりましたので、今判決が出て、私も昨日から辺野古に戻ってゲート前で座り込みをし、機動隊の排除に抗議の声を上げているところです。ぜひこの裁判を終えた今日、辺野古の新基地建設をどうしても止めたいという思いでまた努力をしてまいりたいと思います。仲間たちがいろんな資料を、あるいはその公開条例で取った農疫区政府の資料を読みますと、辺野古の海の極めて複雑で、断層によって作られた深い海、あるいはそこにたまった30メートル、40メートルもたまったヘドロの海、そのことは簡単には工事はできないということのようです。尾長知事がしっかりそのことを踏まえて、政府から工事の変更申請が必ずあるだろうと、こう言われております。県知事がそのことを捉えて、変更申請に応じない、基地建設にいかなる意味でも協力をしないというしっかりとした判断で、行動で示せば工事はおのずと止まると、このように私たちの仲間は、学識者は、訴えておりますので、私たちもめげずに現場で抗議の声を上げながら、県政とともに最後まで諦めずに新基地建設を止めるまで頑張りをしたいと、このように思っているところです。どうぞアメリカの皆さん、力強いご支援、メッセージをいただいて本当にありがたく思っております。皆さんがアメリカ本国において海外のアメリカ基地を引き受けよう、引き取ろう、あるいは置くべきではない、アメリカ本国に返せと、引き取れという運動が広く展開されていることに大きな勇気を持ちます。心から感謝をいたします。日米の市民が連携をして、沖縄の市民が連携をして、米国のアメリカの世界中での戦争を止めましょう。その力で世界中に張り巡らされている米軍基地、
戦争のための道具を閉鎖させ撤去させましょう。そして世界に本当に友愛と協力協調、そして協議の中で進められる世界平和というものを目指したいと思います。私たちもそのために努力をいたします。アメリカの市民の皆さんの活躍を心から期待をしております。共に頑張ってまいりましょう。アメリカにおける運動、トランプタワーやあるいはワシントンの大統領府での抗議行動に続いて、署名も取ったと。私たちの裁判は無罪だと、そして沖縄の戦いは正義なんだという署名を世界中で発信をし、協力を認めていただいたということに大きな感謝、勇気を得ております。感謝したいと思います。大きな勇気を持ちます。私たちは政府によって犯罪者にされましたけど、世界中の皆さんが私たちの戦いは正義なんだと、正しいんだと言ってくれているような思いで、本当に心強く思います。そのことを片時も忘れることなく、この裁判最後まで戦い抜いて声を上げて、そしていつか皆さんと直接にお見拝見をしながらお礼をする機会もいただければなとがあればなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。